よいしょ。ライブ、これで始まったかな。聞こえますかね。何回もやり直してしまったので。どうかな。始まってますかね。こんにちは。こんにちはね。こんばんは。始まってますかね。ちょっと今ライブがね何回も閉じたりしちゃってバグっちゃったりしたので、ちゃんと始まってるかが不安なんですけれども、どうかな。あ、高評価ありがとうございます。皆さん聞こえてますか？あ、始まってますよ。ありがとうございます。もうなんかね、さっきからライブを立ち上げたら限定公開になっちゃってって、しかもこれスマホでライブ始めると直せないんですよ、最初に設定したやつ。あ、こんばんは。ありがとうございます。そうなのでね、ちょっともう何回も枠を立ち上げなくちゃいけなくなっちゃってすいません。予定よりもね遅くなっちゃったし、なんかかなり迷走しちゃったんですけれども、ありがとうございます。ちょっとじゃあツイッターに告知だけさせてもらいますね。ちょっと一瞬待ってください。共有コピー。こんばんは。ちょっと今からツイッターにだけ書き込みます。ただいまただいま。よし、これでね、ツイッターの方にも正しい URL が送れたので、多分大丈夫だと思う。すいません、お騒がせしました。なんかもう、てんやわんやで、全然始まらないみたいになっちゃって。よいしょ、これ相変わらずね、横向き配信だと、ライブのコメントが見れないので、ちょっと待ってね。私は自分のスマホで自分のライブを見ないといけないんです。よいしょ。これでコメント。よしよし。いやー、こんばんは、こんばんは。ちょっとね、ツイッターにも書いたんですけど、私、喪中でございまして、なのでね、ちょっと新年のおめでとうの挨拶ができなくて申し訳ないんですけれども、2024年、今年も精一杯頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん忘れないうちにグッドボタンよろしくお願いします。まだ一人しかグッドをしてくれてない。まあそうだよね。まだ何も始まってないからね。さあ、というわけでね、ね、まあでもちょっとね、私自身も夢中っていうのもあるんですけど、もうなんか1月1日から本当になんか大丈夫かっていうぐらいね、よろしくないことがたくさん起きてましてね、なかなかね、心が落ち着かないですよね。ちょっとね、こう、不謹慎かなとか、どうしようかなってすごい悩んだんですけど、もともとね、この1月2日にライブをする予定ではいたんですけれども、まだ告知もしてなかったし、ちょっとみんなで暗い気持ちになっといた方がいいのかとかいろいろ考えたんですけど、まあちょっとね、やっぱ考えてもどんどん悪い方向にこう心がいってしまいそうだったのでね、まあ元気な方はみんなで楽しいことを考えて経済を回すね方向で活動できたらなと思いまして、ライブ始めました。はいね、まあというわけで題名が2024年上半期のイベント予習ということで、まあ、もうすでにね出てるこういうイベントやりますよ、いついつですよっていうのが分かってるものに関しては、皆さんと一緒にね共有しながら、このイベントおすすめだよとかね、あと私の知らないイベントで皆さんが知ってるイベントあったらぜひ教えていただきたいんですけど、こんばんは、こんばんは。今始まったばっかりですね。いや本当にかなりバタバタしている年始ですけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。いや本当にね、被災のね地域にいらっしゃる方とか、まあ、親族とかがねいらっしゃる方も心配でしょうがないと思うんですけれども、今はねせっかくなので
ちょっとだけでも楽しい気分になっていただいて、心の元気を取り戻してからまた新しい心配をするというね、方向に使っていただければなと思います。こんばんは、こんばんは。いやでね、2024年の、上半期ということで、まだね全部はねやっぱ出てこないので、イベントの告知がね、私も一般客と同じ目線なので、あくまでももうすでに告知されているものしかわからないんですけれども、1月はねもうすでにいっぱいあるんですよ、イベント。ちっちゃいのから大きいのまでね。そう、まずね一番最初が私が知ってる一番最初がね今週です。もん今週の土日。あ、こんばんは、こんばんは。今始まったばっかり、今上半期の1月のイベントの予定を言っていこうかなと思っております。皆さん忘れないうちにグッドボタンお願いしますよ。こんばんは、今年もよろしくお願いします。もう本当にね、去年は皆さんにたくさん応援していただいて、本当に楽しくね活動できた1年だったので、もう今年も頑張りますよ。よろしくお願いします。そう、1月の6日と7日、これはね、特に猫が好きな方にちょっと限定されてはしまうんですけれども、猫の気持ちマルシェっていうね、猫の気持ちって CM 昔やってたと思うんですけど、今もやってんのかな年齢がバレるかもしれないこの猫の気持ちの、主催する初めてのイベントなんですって。で、なんかもうベネッセでしたっけ、リクルートかな、リクルート社さんかベネッセかちょっと忘れちゃったんですけど、ね、大きい会社さんのイベントなはずなのでね、もっと前からやってんのかなと思ったら、どうやら初開催のイベントみたいで、猫の気持ちマルシェっていうイベントがあります。基本的にはね、猫を飼ってる方向けにこう猫用のグッズを売ったりしている、どっちかっていうと以前動画でもご紹介しているなんかね、猫の夏休みでしたっけ、猫の夏休み展みたいな、ああいう感じのイベントに近い方向性にはなるんですけど、猫の気持ちマルシェでね、私の激推しのネムの木ペーパーアイテムさんとビアカルーセルさんが出店されるんです。しかもそこでなんと超お得な福袋が発売されるんですね、私も絶対ゲットしようと思っているんですけれども、この猫の気持ちマルシェね、新しいその初めてのイベントで、これからどんどん大きくなっていきたいっていうタイプのイベントなので、超穴場だと思いますし、年始のね初めてのイベントで、他に文具の出店者さんが少ない中、ネムの木ペーパーアイテムさんとビアカルーセルさんが出店されるので、かなり穴場だと思うんですよね。なのでね、ぜひチェックしてみてください。渋谷でやるかな、確かね。ちょっと待って、コメント読みますね。文具女子博の動画ありがとうございます。文具女子博しか参加したことなかったのですが、その他のイベントにも参加してみたいです。勉強させていただきます。一緒に勉強しましょう。私もね、やっぱり全然見落としてたりね、知らなかったりするイベントもあるのでね、ぜひ一緒に勉強しましょう。こんばんは、見れました、よかった。すいませんね、なんかもう始まった時なんかバタバタしちゃって3回ぐらいなんかライブ立ち上げ直しちゃったんですよなのでもしかしたらまだ迷子になってる方いるかもしれないんですけれども、ゆっくりねお話ししていきたいなと思います。皆さん忘れないうちにグッドボタンお願いします。あと下のハートポチポチもよろしくお願いします。なんかこれあんまり効果があるのかわかんないんですけど、多分あると思うぜひよろしくお願いします。そうね、なので、1月の6、7ですね。猫の気持ちマルシェ。そうですね。あと、渋谷って書いてあります。自分のメモには。ちょっと待ってね。なんか嘘教えると良くないんで、ちゃんと調べますね。猫の気持ちマルシェ。気持ち。今私が読んでる漫画のタイトルが画面に出ちゃったかもしれない猫の気持ちマルシェ。そう、第1回なんですよ。今回記念すべき第1回。渋谷ストリームホール。ちょっとね、私もこれまだ場所分かってなくて、どこか分かんないんですけど、とりあえず渋谷です。で、11時から
17時なんですけど、11時がね前売り券買った人だけなんですよ。11時から入れるの。当日券も売ってるんですけど、当日券の人は12時からしか入れないので、そこだけお気をつけください。猫の気持ちマルシェで調べたらねすぐ出てくると思うので、今スマホを手空いてる方はねぜひチェックしていただきたいんですけれども、あかねさんは大丈夫ですか？震災のことかな。私は東京済みなので、揺れたのはね揺れたんですけれども、震災の方では影響はなかったですね。違うかなありがとうございます。皆さんハートポチポチ嬉しい。そうなんか親族の方がねどっちかっていうと揺れたっぽかったんですけど、一応怪我人とかは誰一人いない状態ですね。そうというわけで、猫の気持ちマルシェがもう1月の最初の週に始まります。かなりねかなりお得な福袋がビアカルーセルさんとネムノキペーパーアイテムさんから出るみたいなので、ぜひね皆さんゲットしてみてください。今までねネムノキペーパーアイテムさんとビアカルーセルさんの紙物まだ買ってなかったっていう方でも一気に追いつけるぐらいいい福袋みたいなのでね、ツイッターで告知されてる内容的にもなんかこうかなりネムノキさんたちのおすすめのグッズとかがいっぱい入ってて、でさらに新作福袋っていうのもあるんですよ。このネムノキペーパーアイテムさんとビアカルーセルさんがコラボされて作られたアイテムの新作がいっぱい入ってるっていう福袋もあるみたいなので、お値段もねもうすでに書いてあって、ネムノキペーパーアイテムさん、ちょっと待ってくださいね。今お値段とかお伝えしますね。そうね、絶対お得な福袋で争奪戦だろうから、でも争奪戦かどうか分かんないんですよね。初めてのイベントなんでそうでもね本当人気の福袋になると思うのでね、もうちょっとこのライブを聞いてくださってる方だけに特別にお教えしちゃうあんまり人気になりすぎると私も買えなくなると困るっていうね落とし穴があるんですよ。はい、こんな感じ。猫の気持ちマルシェね、2024年。福袋、いやこれからです。福袋なんか今年あんまりネット上の福袋今いいのないって言ったらあれなんですけど、文具上四博でかなり買ってしまったので、なんかそれで結構満足した部分もあって、こう本当に欲しいものがいっぱい詰まってる福袋じゃないといらないかなと思って、今まで調べた中ではあんまりときめくのがなかったんですよ。ね、デザインかわいいね、これね。さすがですよね。そう。なので、これがね、私の中で今年初ときめいた、福袋なんですけど、猫の気持ちマルシェさんの、で出品されるスペシャルハッピーバッグですね。ネムノキペーパーアイテムさんとビアカルーセルさんのコラボの。福袋です。ブランド福袋っていうのがネムノキペーパーアイテムさんとビアカルーセルさんそれぞれ1個ずつ福袋が出ます。ね、だからネムノキペーパーアイテムさんの作風が好きだな、ビアカルーセルさんの作風が好きだなって、もしねこうしっかり分かれてる方がいらっしゃっても選ぶことができるので、どっちかゲットすると大満足みたいな感じだと思います。もうね書いてあるんだよ。だってほら5000円から6000円のアイテムが詰まった超お得な福袋です。それが2500円だよ。これは買いでしょ一人で3つぐらい欲しいですよねいや今年も順調に散財ですよ。もうだってね1月の最初の週からエンジンふかしまくりですよもうね。でもこれ超お得でしょ。半額以下だよ。そうだからこれ初めてね、今までねどうしようかなって悩んでた方ももうお試しの気持ちでも買えちゃうぐらい超お得な福袋なんで、ネムノキペーパーアイテムさんとビアカルーセルさんそれぞれのブランド福袋ねぜひゲットしてください。2つ買っても5000円ですからね。でいっぱい入ってるんだよね、いやもう私は絶対全部買うつもりなんで全種買うつもりなんで
ね、値段だけ見るとだいぶお得でしょ。いやかなりねお得なんだって。なんかそのネムのペーパーアイテムさんが福袋に詰めてる時にそのなんかお手伝いされてる方がなんかもうそれ以上はやめた方がいいですよってストップしたくなるぐらいボンボン入れてくれたみたいで、かなりお得になってるみたいですよそうただ前売り券が前売り券もう販売終了しちゃったんですよ。で前売り券持ってる方だけが11時から入れて、で、前売り券じゃない一般入場が12時からなんですよ。だから1時間間があるんですよ。ねえ、ただ今回初めてのイベントだし、他にこのネムのキペーパーアイテムさんとビアカルーセルさん以外の出店者さんは多分ほとんどがその猫向けの商品を置かれてる出店者さんなんですよね。だから文具とかがあんまり他には取り扱いがないので、私みたいにもうネムのキペーパーアイテムさんとビアカルーセルさんを追いかけてるみたいな人とかじゃなくて、こう文具全般を気にしてるみたいな方だとこのイベントはあんまり触手が動かないかもしれないそうまあそれもあって穴場だと思うんです。そうね、かなりお得で、この新作福袋っていうのがネムのキペーパーアイテムさんとビアカルーセルさんのコラボ商品が、コラボ商品の新作が4点ギュッと入ってて、さらにそれぞれのおすすめアイテムがプラスされてるってことなのかな。でそれが3500円ですね。新作もまとめて手に入っちゃう福袋です。なのでこれはめっちゃおすすめなのでね、渋谷1月6日に1月6日今めっちゃ私の顔映ったね。1月6日とか1月7日今週末に、渋谷に行ける方はぜひ覗いてみるべき。入場料がかかるんですけど1000円だったかな。確か一般チケットが1000円だった気がします。現金のみだった気がするチケット。福袋の可愛いよねそうちょっと待ってね、チェックするね今。入場が当日券1000円です。税込み。待って、前売り券はクレジットカードのみで当日券は現金のみですね。そうだから当日券も前日券前売り券を持ってない方は、現金を1000円現金握りしめていくと入れます。12時からです、当日券はね。はい、これがまずもう最初の週、1月最初の週のイベントですよ。おすすめイベント。よいしょ、ちょっと待ってね。コメント大丈夫かな。ストップしたくなるほどそうだいぶお得ですよ。そうね。猫なんか今回のその福袋が猫のグッズばっかり集まったネムのキペーパーアイテムさんとビアカルーセルさんのグッズになるので、猫が好きな人限定にはなりますね。猫嫌いなのに来ちゃうとちょっと悲しい気持ちになっちゃうので、猫好きな方だけのイベントにはなります。すいません、私が超猫好きなので申し訳ないで、1月の、最初の週はね、この猫の気持ちマルシェが始まりで、次10日ですよ。1月10日オンライン文具女子博。もう文具女子博つい私おととい文具女子博の動画出し終わったばっかりなんですけどもう文具女子博始まります。1月5日にね、オンライン文具女子博のラインナップ、商品ラインナップが公開されるので、その5日に公開されたらみんなお気に入りにチェック入れていくわけですよ、欲しいものを。でも10個までしか入れれないのでね、もうその時点でだいぶ絞らなきゃいけないんですけど、そう10個までオンライン文具女子博気になるやつどんどん、ポチポチ押していって、で10日もう開始とともに連打の戦争ですよね何狙うかにもよると思うんですけど、毎回出るパラグラスさんのガラスペンとかはマジ
1秒とかの単位で多分売れてると思うそうで文具女子博に関しては1回の注文で送料1000円なんですよね。値上がりしてなければ今までと一緒であれば1回につき東京圏内は1000円だったはずなのでかなりね送料痛いんですけど、でも例えばパラグラスさんとかもうほんと瞬殺する系のものを狙う方はあれね多分買ってる方はねパラグラスさんしか申し込んでないんだと思う。もう腹をくくってもうパラグラスさんをゲットするためにまず送料払うで他のものはまた別に注文して送料払うって形で割り切ってるんだと思います。多分そこまでしないとパラグラスさん狙ってる方は買えないと思う。だいぶ数少ないっぽいですからね今まで見てるとね。本当にもう開始 1分は持ってないと思う。多分10秒とかじゃない。ね、なのでもしパラグラスさん狙ってる方いたらもう送料はね覚悟でパラグラスさんだけをまずカゴに入れてすぐに会計するのをおすすめしますね。皆さんグッド評価忘れずにお願いします励みになりますね。そうあとはねカードで支払いたい方多いと思うんですけど、文具女子博の会計に関してはカード払いはやめた方がいいです。カードの番号とかを入力してる間に売り切れる。ありがとうありがとうございます。そうカードの情報を入れてる間に売り切れるので、ガチで欲しいものがある場合はもうねお会計はコンビニ払いがいいです。私も普段全部クレジットカード払いなんですけど、文具女子博の時だけは人気なのがね、大体いつも人気なのがパラグラスさんと、あとコモさん、あと余白さんと、あとでもそこまで争奪戦、まあでも福袋系はやっぱりかなり人気あるので、自分の中でどれぐらいの優先度かっていうのもあると思いますけど、今挙げたお店はかなり早くなくなる。ほんと開始5分以内になくなるぐらいの勢いなので、こんばんはさっきグッてやってくれた。ありがとうございます。そうなので、そういうの狙ってる方はもうクレジットカード払いじゃなくてコンビニ払いの方がいいと思います。コンビニ払いだと多分現金しかダメだったはずなんですけど、なのでちょっとめんどくさいしポイントもつかないし、クレジットカードで買う時みたいにね。でもゲットしたいなら、コンビニ払いをおすすめしますほんとね、みんなよく言ってるんですよ。ツイッターのポストでもね、クレジットカードの番号を入れてる間に売り切れちゃったみたいな。でね、またね、あれ打ってる時はカートに入ってるんで買えると思うじゃないですか。で打っていざ購入のボタンを押すと売り切れましたって出ちゃうんですよ。売り切れてるとね。そうするとまた最初からやり直さなきゃいけないわけですよ。そうだからどんどん遅れていくから、どんどん欲しいもの売り切れていっちゃうわけなのでもうね割り切って現金払いをおすすめしますね。現金払いっていうかコンビニ払い、コンビニ払いだったら一瞬で決済終わるんで、コンビニの方がいいと思う。もちろんね瞬殺じゃないものたちは全然カード払いでも間に合うと思いますし、そこら辺はね、だから自分の欲しい度合いで絶対欲しいんだったらもしゆっくり買えたとしても死守しておこうっていう気持ちでね、コンビニ払いにするとかっていう気持ちでやっていただきたいんですけど、私にも分かんないんでね。そうでも絶対欲しいものとか、予想できる瞬殺であろうものに関してはカード払いよりもコンビニ払いの方が確実にゲットできる度合いが上がるかなと個人的には思ってます。私は一番最初に参戦したオンライン文具女子博の時はやっぱり何も知らなかったのでカード払いにしたんですけど、もうどんどん売り切れていってすごい悲しくて、なので2回目
からはコンビニ払いにしてだいぶストレスがなくなりました。そうそれうちがカートに入れてたやつそうカートに入れてたやつことごとくどんどん売り切れていくんですよ。そうだからね本当にコンビニ払いがいいと思います。おすすめであとね一回こう初日2日目3日目ぐらいで売り切れちゃうじゃないですか。である程度売り切れると一応イベントってこのオンライン文具女子博の期間はそれなりに長いので途中でね一回ねもちろんメーカーさんによるんですけど途中で一回補充される時があります。で大体補充される時期が2パターンあって1個目はその初日とか最初の方に購入した方で支払いを忘れてしまったり支払いが通らなくてキャンセルになったものが復活するっていうパターンとあと大体そのメーカーさんが人気すぎてすぐ瞬殺でなくなっちゃったからもうちょっと追加しますって泣きの追加をしてくれる場合の2パターンあるんですけどそのキャンセルされる方は自分が購入した時にねその支払い期限見てその日にちを基準にすると他の方も同じぐらいの時期に買ってるだろうからポコポコ在庫が復活したりする可能性があるっていうのとあとってメッセージ撤回されたあとそのメーカーさんが泣きの追加をしてくれる時はだいたい文具女子博運営さんがライブやるんですよ。福袋紹介ライブじゃないですけどなんか今回のオンライン文具女子博のラインナップ紹介みたいなライブをしてくれるのでイベントの途中でねその後に追加されることが多いです。私も一回シールドさんの100巻マスキングテープ福袋を買い逃してしまってうわーって思ってたんですけどそのライブをたまたま見て在庫復活するって聞いてそれでゲットできたんですよ。ね毎回ライブ見てるね。そうだから文具女子博運営者さんのライブは見るとちょっと得することはありますね。そうだからで結構ねゲリラでやられるんですよ。その途中でやるライブってなんか緊急ライブみたいな感じでやられるのでちょっとねよくチェックしといた方がいいと思う。インスタフォローしてライブ配信が始まったら告知するようにするっていうボタンにチェックしとくとライブ始まったことを教えてくれるので、結構ねゲリラでやられるのでよくチェックした方がいいですね。してくれてますよ。なので、確実にね自分がその欲しいメーカーさんが補充してくれるかっていうとそうではなくて本当にもうそれはメーカーさん次第。例えばパラグラスさんは絶対追加しないんですよ今までは一応。やっぱりね一本一本手作りなのでなかなかその追加ってないと思うんですけど、結構シールドさんとかそうメーカーさん系は頑張ってくれる感じがしますね。だからちょっと1回戦目でね買い逃しちゃった買えなかった売り切れだったっていう場合はイベント期間中はちょっとアンテナ張って在庫復活してないかなってチェックすると意外とその支払い忘れでキャンセルになった分が生まれ変わってきたりとかあとはそのライブのね運営が文具女子博の運営さんがメーカーさんにお願いして在庫追加してもらえるようになったとかってお知らせが舞い込んでくるのでぜひイベント期間中はねチェックしていただければより欲しいものをゲットできるんじゃないかなと思います。皆さん今の情報役に立ったと思ったらぜひグッドボタンを押してねよろしくお願いします。ちょっと新年初ライブなのでねしかもなんかねちょっとほんとね新年早々ね暗い気持ちになっちゃってもう皆さんも大変だと思うんですけれども、私もねまさかちょっとね大晦日からね親族亡くなると思ってなかったんでねかなりウォーって感じの、年始めなんですけれども皆さんありがとう。
ハートと高評価よろしくお願いします。あともしまだの方いたらぜひチャンネル登録もお願いしますね。すごく励みになります。そう、まあ、なので、文具女子博オンラインはまあチェックするでしょうね。まあチェックするでしょう。そしてそうね、文具女子博まだ2日、そうなんですよ、まだ2日しか経ってないんだよね。新年明けてね、本当に。それでそれでもうこんなになんかもう良くない方向で濃い日々になってしまっていて、なんか苦しいですよね。いやだからちょっとでも楽しいこと考えましょうっていうことで今ライブやってるんですけれども、そうでまだね、そうだからオンライン文具女子博に関しては出展されるメーカーさん作家さんのお名前は出てるんですけど、何が出展されるかはちょいちょいね、各メーカーさんがインスタライブやったりして告知してくれてる程度で、まだそのオンラインショップ自体がね開設されてないので全くわからない状態なんですけれども、ね、まあ、なのでまだねちょっとドキドキの段階なんですが、5日からね見れるようになるので、5日の12時だったかな、あ違う5時わかんない、これ私適当に時間書いてるかもしれない。文具女子博自体は12時からなんですけれども、まあ、オンライン文具女子博のプレビュータイムはね5日から見れるのでね、とりあえず解説されたらチェックしてみてください。良くないことがあるからこそ自分らで良いこと、そうね、もう自分の気持ちを守れる、自分の心もねこうやっぱ不安定になると思うんですけど、守れるの自分だけなのでね。さあというわけで、でもねもう1月のその最初の週に猫の気持ちマルシェでしょ。で10日にオンライン文具女子博本ちゃんがあるでしょ。でなんと次14日14日もうねすごいよね、1月ね。もうバンバンバンと1週間ごとどころかですよ。1週間ごとどころかですよ。もっと頻繁にあるねイベントね。仕事中にスタートするからオンライン諦めかけてます。いや諦めないで、諦めなんかちょっとCM の人みたいになっちゃったけど、諦めないでください。さっきも言ったようにお支払いできなくてキャンセルになっちゃうものもあるし、後で追加される場合もありますし、意外と残ってることもあったりする。何が起こるかマジわかんないんで、ぜひ覗いてみてください。諦めずにね。なんなら12時でしょ。12時お昼休憩じゃないのかな。お昼休憩もらえないんですかね。なんならちょっとトイレ行ってきますとか言ってね、ちょっとトイレでポチポチっとやっとくみたいな。そのためにもお気に入り登録はマストでやっといた方がいいですよ。お気に入りリストからねポチポチってカゴに入れるって押すだけで大丈夫だったはずなので、だいぶ時間短縮できます。そう、あと前もってお財布と相談できるしね。そう、まあ、なのでねぜひ諦めずに、挑戦してみてください。でそう14日、次14日が文具マーケットですね。文具マーケットは1日しかないイベントなので、14日の日曜日のみの開催になります。今回ねまた会場が変わったんですよね。今回で4回目の開催かな。まだね比較的若めの、イベントなんですけど、でもね毎回パワーアップしていってるイベントで、まあ文具のコミケですね。文具女子博はどっちかっていうとこうなんだろう、文具の発表会みたいな部分もあると思うんですよ。新作だったりとかテスト販売だったりとかで、もうちょっとこう企業集がするじゃないですか。ね、文具マーケットはマジでコミケ。YouTuber さんで出展されてる方もいますし、ただの文具コレクターの方が自分のコレクションを、販売するみたいな方もいますし、本当にね個人でも出展できるイベントなので、文具のコミケ、文具のフリマ、そんな感じのイベントで、かなりアットホームなイベントでございます。で私はね第2回目から参加してるイベントなんですけど、2、3って2つだけ比べてもね会場がどんどん大きくなっているっていう形で、今回第4回目は大田区産業プラザピオ大展示ホールということでね、またさらに大きくなる
ぽいです。で、もうすでにね、前売りチケット販売されてまして、まだ買えるんじゃないかな。一応11時から入場できるチケットがあって、それだけはね、倍の値段するんですよ。2000円するの。11時から入れるんですけど、通常の前売り券が12時から入場できるチケットで1000円ですね。1000円。で、だから1時間早く入れるチケットが2000円なんですよ。で、当日券も1000円で売ってるよってことなんですけど、一応ね、整理番号が、チケットについているので、整理番号ごとに並んで入場する形にはなります。ただ、この文具マーケットに関しては、もう決まってるね、人気作家さんの、万年筆とかボールペン、基軸のね、ボールペンと万年筆がすごく人気なんですよ。なので、木軸っていうのかな、基軸っていうのか、ちょっとごめんなさい、私がその沼にまだ入ってないんでわかんないんですけど、なので、それを狙ってる方以外だったら、正直12時の普通のチケットでも大丈夫だと思います。うん。ちょっとコメント読みますね。今、見逃したコメントが何個かあった気がする。あ、ね、前にお昼休憩でね、オンライン文具女子博ゲットできましたよね。そういうこともあるんで、ぜひ諦めないで見てみてください。福袋買いましたか？いや、これからです、福袋。さっきも言ったんですけど、ネット上で出てた福袋に関しては、ちょっと文具女子博で結構お腹いっぱいで満足したところもあって、あんまりね、こう、ときめかなかったというか、自分が欲しいものだけじゃないしなとか思って我慢したんですよ。なのでね、でちょっと今回私の触手が動いた福袋があったので、これからゲットします。はじめまして文具マーケットは文具女子博と売ってるものも違う。全然違いますね。全然違います。全然もちろん同じものもあったりはしますよ。あったりはするんですけども、雰囲気が全然違います。もっとニッチでもっとマニアでもっとオタク文具マーケットの方がなんだろう、なんかこれすごい偏見入ってるかもしれないけど、なんかなんだろう、漫画、それこそ漫画で言うと文具女子博ってワンピースとかそういうもう王道のみんなが知ってるようなあんまりさ、ワンピース読んでますって言っても、あの人漫画オタクだって思う人少ないと思うんですよ。だけど、例えばなんか超マイナーな、例えばなんか、僕らのとか魔法少女まどかマギカとか、そこら辺とかのこうちょっとマイナーというかちょっとニッチな漫画が好きですっていうと、あ、漫画オタクかもしれないみたいなね、なんかそういう違いがあります。わかるかな、今伝わったかな。なんかね、そう、王道っていうとなんかまたちょっと変なんですけど、なんだろうね、一般向け文具の発表会みたいなのが文具女子博で、かなりマニア、かなりニッチ、もう文具の沼にズブズブですみたいな、ちょっと辺境地まで来てますみたいな方が来るのが文具マーケットかなって感じはします。かなりマニアックなんですよ。昔の自分が生まれる前から存在してる文房具を売ってたりとか、こんなの普通の文房具屋さんじゃ取り扱ってないよねみたいな文房具屋さんとか文房具とか、あとはその人が作ったオリジナルの文具とか、だからそういうものなのでちょっとねニッチなんですよ。なので雰囲気が違う。もちろんね、可愛い絵を描いてデザペ作ってる作家さんもいらっしゃいますし、文具の博覧会とかに出されてるメーカーさんっていうか作家さんとかも出展されたりはするので、それこそこの間の文具女子博に出展されてたスリーポンズさんとかも出展されるんですよ。なのでそういう方ももちろんいるんですけど、匂い的にはよりマニアって感じですね。あかねさん、ちょっと待って、ごめんね、どこまで行った？面白そうですね。そこでしかない出会い、そこでしかない出会いがあるのが文具マーケットです。だから私もよく動画でね宣伝してますけど、
宣伝っていうか感想を言ってますけど、掘り出し物が見つかったりするんですよ。もうあれ売り切れてってどこにも見つからない、ネット上じゃ全然見つからなかったものがなぜかそこにポツンと置いてあったりするんですよ。そうフリマの要素もあるんで、その個人の方が持ってたコレクションを放出されてる場合もあるんですよね。そうするともう売り切れてたものが手に入っちゃうってこともあるんですよ。そうあとはセカンドハンド品中古品だったりもするので、そういうの気持ち悪いと思わない方にとってはすごい掘り出し物を安くゲットできたりしますね。ランチ休憩時間決まってないんだ。接客中なのトイレも確かに。でもね、諦めないで。せっかくだから、ネットで買えるせっかくのチャンスだから、ぜひ諦めずに見てみてくださいね。文具マーケットと文具女子博別物です。別物全然違う。あかねさんってレトロとかヴィンテージの紙物って興味ありますか？ありますよ。レトロとかヴィンテージ例えばアメリカのめっちゃ古い雑誌とかもすごい興味ありますし、レトロアメリカすごい好きなので個人的にはすごい興味あります。焼き跡がある日焼けした紙とかもすごい好きですけど、いかんせん高い。なんだっけ文具女子博でもね出店されてたじゃないですか、レトロ紙物を売られてるショップさん。けどちょっとね値段的に私が手出しにくいなって思う値段だと個人的には感じたので我慢してるってだけですね。趣味的にはすごい好きですよ。前回の文具マーケットに参加しました。確かにアットホームな感じがしていてとても楽しめましたね。ですよね。いやそうすごいアットホームです。年々ね人気でこうどんどん会場も大きくなって出店者さんも増えてるぐらいなので、なかなかね時間も取りにくくなってはきてるかなとも思いますが、比較的作家さんとゆっくりお話できるイベントでもありますし、皆さんなんだろう、メーカーさんとか出店者っていうよりはもう本当に作り手さんって感じなんですよね。そうだからすごいみんなオタクなんですよ。空気感が。そうなんでねすごくいい空気感ですよ。よかった、分かりやすかった、よかったです。例えばマステ沼の人とか紙好きな人が行って楽しめそうですか？それはねブースによるかも。マステが可愛いお店もありますし、紙物はねでも今回告知では結構紙物売ってるお店屋さんも多かったみたいなんで、それなりに楽しめると思う。ただそのマステとか紙物でも何かによりますよね。例えばメーカー品が好き、要は名の通ってる BGM とかシールドとかその余白さんとかメリノミさんとかそういうブランドがしっかりついてる今有名な作家さんのマステが好きとかだったらちょっと合わないと思う。どっちかっていうとこれから有名になるとかこれから頑張ってる作家さんとかが出されてるマスキングテープだったりするので、絵柄はもちろん可愛いんですけど、もうみんなが知ってるメーカーさん、みんなが知ってる作家さんってところまではまだ行ってないって方が多いかなと思うので、絵柄だけを見て好きだから買うっていう基準の人だったら全然楽しめると思うんですけど、そのミーハー心がある方は別に悪い意味じゃなくてね、メーカーさんの名前が通ってるから安心できるから買うとかそういう基準の方はちょっと楽しめないかもしれない。ただ、さっきも言った中古でもよければとあるブースさんは皆さんからのもう使わなくなった新古品、新しいけど誰かが以前所持してたものみたいなとか比較的綺麗な文房具を預かってというか回収してそれを袋に詰めてすごく安いお値段で福袋作ってくださるんですよ。だからそういうところだと私が買ったんだと MT さんの昔のマステが手に入ったりとかってことはあります。そう
だから今回出展されるブースさんたち全体の中で言うと数は少なめにはなりますけど、そういうブースさんもあるにはあるので、全く楽しめないってことはないと思う。ただ入場料1000円かかるので、行ってみて空気感見て次行くかどうかを考える基準にしたい。でそこで掘り出し物もあったら嬉しいなぐらいの気持ちで行けるんだったらもちろんおすすめしますけど、もう1000円払うからには絶対に収穫がないとみたいな気持ちだったらちょっと様子見た方がいいかもねとは思います本当にね、文具女子博だと思っていくと全然違うんでびっくりしちゃうと思うから、一番いいのはこの文具マーケットってぜひ検索してみてください。出展されるブースさん全部出てくるんで雰囲気わかると思います。文具女子博とは違うなっていうのは少なくとも分かっていただけると思うので、ぜひ文具マーケットでチェックしてみてください。そうで、会場に関してはね、今回新しい会場なんで私もちょっとどんな会場か分かんないんですけど、広くはなってるらしい。そして文具のコミケ、そうですね、いにしえの文具はすごく気になるそういや、そうなのよ。もうね、かなり古い、もう普通の市場じゃ手に入らない文具も手に入ったりするみたいなのでね、そうマニアにはたまらないやつなんですよ。楽しいですよ、本当に。本当にお宝探しみたいな気持ちになります。文具女子博って聞くと男子は入りづらいイメージありますけど、文具マーケットだと入りやすそう。いや、その通りですね。もちろん文具女子博も男性大歓迎なんですけれども、文具マーケットの方が男性率多いです。文具マーケットはね、一番人気なのがさっき言った木軸木軸のかっこいいシャーペンなんですよ。作家さんが中学生なんですけど、中学生だったかな、中学生と高校生だったと思うんですけど、すごい若い方がねやってるかっこいい木でできた軸のねシャーペンとかボールペン販売されてて、それがすごく人気なんですよね。だからそういうの狙ってる方はさっき言った朝一のチケット、先行発売のチケットで行かれる方が多いと思うんですけどね。そう、皆さん忘れないうちにグッド評価とハートポチポチお願いしますね、そうなんか面白そうなイベント、いやもう面白いイベントですよ。私は今2回とも行ってますけど、両方行ってもしっかり楽しめましたし、そう大体でも常連さんのブースって決まってくるので、ここのブースさんはこういうの出してんだなみたいなのがね分かってるんで、もうそこ目当てに私は行くんですけど、いつも。でもすごい楽しいです。博物館や美術館を巡る感覚、そう全然そういうのでいいと思う。本当にこんな文具あったんだみたいなね。そう面白いですよ。中学生高校生がね作られてる作家さんのかっこいいペンなんですよ。今年はいけそうに、今年いけそうにないんですね。文具マーケットは1日しかないんですよ、開催日がね。なのでね、もうこの日ダメだとダメっていうね、大変悲しいもっとやってよって思うんですけどね、やっぱり1日しかできないみたいで。なのでね、またぜひね、行ける時に参加していただければなと思います。そうで、まだね一応東京でしか開催されたことがないイベントなんですよね。まだね第4回なのでだいぶ若いイベントだから、これででもどんどんこう知名度上がって人気になってってなってったら絶対そのうちねこうどんどん拡大していくと思うのでね、私的にはぜひ応援したい、イベントだなと思っております。で14日が終わったらですよ、次15日上白のチケット東京前売りが始まりますよ。皆さん忘れずに前売り買いましょう。今回ね先行販売の入場特典がオビワンさんのメインビジュアルのハンコなんです。しかも3日間全部違うの、ハンコ。なんと本当はね神戸と東京の両方とも全部違うのだから6種類全部コンプリートしたい場合は神戸も行かなきゃいけないんですけど、それさすがに無理なんで、私は東京の3つをコンプしようと企んでおります。そうだから14日の文具マーケットが終わったら次の日からは上白の先行発売チケットですねおびわんさんありがとうございます。そう神戸のチケットもう買いました。そう
やもうちょっと誰か私のためにハンコくださいお金払うんでチケット代ハンコ欲しい。そうなんですよね。そうね。あ、東京地方民にはなかなか参加、あ、これね文具マーケットのことかな。そう、出店者の方とコミュニケーション取りながら買い物できるのね、楽しいですよね。いやでも文具女子博もまあかなり混むんでね、午前中は難しいですけど、午後は結構ブースの方とお話もできるし、この紙博もめっちゃやっぱ朝はね激戦なんですけど、閉館2時間前ぐらいからは比較的ゆっくりめになるんで、お話タイムに入れるかなみたいな感じでね。そうですよ。今回は私の激推しのオビワンさんがメインビジュアルですよ。そうね、超可愛いんですよ。これ先行発売のチケット買った人しかこのハンコはもらえないので、ぜひゲットしてください。そうなので15日は、紙博の東京のねチケットもう神戸は販売されてるんですよね。そうなので神戸の方が先なのでね、ぜひ忘れずに紙博行く予定の方は15日に先行発売のゲットしてください。専用の無料のチケットあれば缶バッジ無料で作れるんですよね。あ、なんかフライヤーのやつだっけ、なんかありましたよね。そうね。あとあれ手紙社の部員になると手紙社か、そうの部員になるとね無料で2つマグネットかな多分作れますね。缶バッジと同じデザインの。いやでも今回はねちょっとその運営オリジナルグッズめちゃくちゃ気になってるんでね。あ、映画館のチケットみたいなやつ。へえ、そんなんあるんですか。東京もあんのかな。ちょっと後でチェックしようそう1月はねとりあえずでもチェックしとかなきゃいけない予定はこんな感じですかね。1月はね、次2月ですよ。まだ上半期なんでね、まだいきますよまだ1月っていうね、逆にね。で、あかねさんは部員さんではないんですか。私はね去年は部員だったんですよ。そうなんか無料体験できるっていうことで、部員さん結構部費が高いんですよで、あとずっと気になってて、でお試しで部員さんになってみたんですけど、かなりねこう積極性がないと他の部員さんとやり取りするの難しいなって感じちゃって、私このライブで喋ってる時はよく喋りますけど、普段すっごい人見知りなんですよで全然自分から話しかけられないタイプなので、ちょっと向いてないなと思ってそれでねその1回だけ体験入部した時に部員の恩恵を受けただけで、その後退会しちゃったんですよね。そうなのでねちょっと部員はハードル高いなと思ってて諦めたんですけれども、ねコンプリートしたかったですよね、ハンコね。ちょっとね私も欲しいもん神戸はさすがに行けない専用の無料これね、こんばんは、紙博今年は行ってみたいです。ぜひぜひ3日間に増えたんでね、行けるチャンスも増えました。ぜひぜひ行ってみてください。関西美濃市、そうだね、そうだね。でもそう美濃市行けなかった私そうだ言ってましたな、そういえば。東京の方も確か美濃市のなんかチケットでもらえたはずね。もうあれは今からじゃゲットできないんですよね。紙箔のリーフレットねなんか今回あれですよ、箔がついてるみたいですよ。神戸は行けそうなので初参戦しようと思います。文具女子博とは雰囲気や人気店違いますか。文具女子博とはまた雰囲気違いますね。同じくもう最大規模の紙の、お祭りではあるんですけれども、もっとねアットホームかもしれない。それこそどっちかなんかね、そうだな、もうちょっとアットホーム、あったかい感じがする。なんか以前もちょっとお話ししたんですけど、文具女子博はどっちかっていうとやっぱ企業さんがやってるっていうなんか雰囲気があるんですよね。なのでもうちょっとこう展示会とかエキシビションとかそういうなんか
お披露目会みたいな、なんかそういうちょっと式典じゃないけど、なんて言うんだろうな、エクスポみたいなね、ああいう感じの雰囲気感なんですけど、上博の方はいらっしゃるスタッフさんもボランティアの方だったりするのもあってか、もうちょっとね、なんか緩いんですよ、ある意味。まあだからこそ文具女子博よりもまあ至らないなって言ったら申し訳ないんですけど、なんて言うんだろう、ちょっと不便だなって感じる部分は正直あります。例えばお会計は文具女子博は最後の1回ポッキリじゃないですか。だからお財布出すの1回でよかったと思うんですけど、紙博はブースごとの会計になります。でブースごとの会計なのでもう本当に並びます。なのでかなりブースを回る順番を吟味しないと一つのブースにすごく時間が取られちゃって、他のブースさんあれも欲しかったこれも欲しかったが売り切れになっちゃうってことが頻繁に起こります。なので、そういうところがちょっと難易度は高くはなるんですけれども、その会場の雰囲気としては文具女子博よりあったかい雰囲気な気がする。私はその紙物交換庫とかっていうそのお客さん同士が楽しめるイベントもありますし、だから一長一短ですね。いいところもあれば悪いところもあるっていうのは、それはもう文具女子博でも言えることで、お互い様なのでね、何とも言えないんですけれども、それぞれの形でちょっと違う感じがありますね。あと紙博はやっぱり紙に特化してます。文具女子博は文具全般じゃないですか。けど紙博はねやっぱり紙物にかなり特化してますね。そうなので多分その好きなものが文具女子博に行く人たちよりもこう偏ってるんですよね、紙博に来る人たちの方が。なので文具女子博では全然混まなかったブースが紙博では激混みだったりとか、逆に紙博では好きだったのに文具女子博ではめちゃ混みみたいなこともありますんで、その本当に来るお客さんの層がちょっと違うんだろうなと思ってます。10分早く入れるってメリットなんですかね。私も迷ってます。メリットはメリットです。やっぱりメリットはメリットです。もう皆さん用意ドンで始まったらもう競歩とは言えない競歩お前走ってるだろうみたいな競歩になっていくんで、人気ブースさんに関しては本当に一瞬で長蛇の列になるんですよ。一瞬で長蛇の列、本当に。なので10分早く入れるっていうのは10分あればね多分3ブースは回れると思うから、もう買うもの決まってたらね、人気ブースでも3つぐらい回れるとめっちゃ噛む回れると思うんで、10分早いのはだいぶ得だと思いますね。そうでも部員高い嘘だこれなんだろう、何の嘘だろう何の嘘だろう、人見知りそう人見知りなんですよ。めちゃくちゃ人見知りですよ私そうだからイベントでお会いしても話しかけられるまで多分何も喋んないと思う並んでる時にトイレの番をお互いするためにすいませんっていうのがもう精一杯。もうでもすっごい心拍数上がってるあの時もそうリーフレットダウンロードリーフレットね。そうでもねリーフレットはあれなんですよ、お店とかでちゃんとゲットすると金箔箔が貼られてるんですよ。そう、部員って紙箔の時だけなったりするのありなのかなって悩んでる。大会はできるはずですけどなんか制約があった気がするな。あとそれでも高いですよ確か。だってね数百円とかじゃないんですよ。なんか3000円ぐらいしなかったっけ。もっとするかも。なんかすっごい高いんですよそう私もね正直1000円以内だったらなりたいなと思ったんですけど、3000円か4000円ぐらいするんですよね確か。紙箔はフレンドリーな感じがして、そう紙箔の方がよりなんか距離が近い気がしますね、ブースの方々とね。
上白は文化祭のような、そうですよね。そう、帯輪さんは出展者の側の方なのでね、よく分かってらっしゃるっていうか、私たちの知らないところまで分かってらっしゃると思うんですけれども、そう帯輪さん今回メインビジュアルもありますし、また新作頑張って作ってくださってると私は信じているので皆さん帯輪さん早めに行った方がいいですよ。私は多分1番に行く予定です文具の中にもいろんな層のマニアファン、そういます。ペン沼、インク沼、マステ沼、紙沼、もう他にもいっぱい、もう本当に沼だらけです。やっぱり3日間行くべきかな。私はね一応3日間行くつもりですね。正直初日にでもね、私初日は多分様子見に行くだけになっちゃいそうなんですよ。ちょっと主人に子供預けられないので、そう主人に子供預けられないとね始発で行けないんで、多分初日は私様子見だけスタンプもらいに行くだけでなっちゃうと思うんですけど、そうでも2日目だ、土曜日と日曜日は私は、もう本気で参加します。で、紙箔と文具箔の違い、まさにそのねですよね。庶民にはだいぶお高い気がする何部費かな。いや部費ね高いと思ったの。部活こんな高くっていいのちょっと思った。そうなの？今の部員制度は審査があるのそうなんだ。へえ。まあ仲良くチャットとかでできる方にとっては部員絶対いいと思うんですけど、ちょっと私にはハードル高かったですね。2800円を3ヶ月続けないといけないね。なんかそんな感じで、そうでも高いんですよね。2800円高くない？月々2800円高くない？ね、その紙箔だけある時だったらいいんですけど、まだね。いやでもそれでも高いと思うけどね。だってわかんない。私が積極的に参加しなかったからかもしれないですけど、多分自分からグイグイいけるタイプの人だったら多分いろんな楽しいことあったのかもしれない。ただ私みたいにちょっと自分から話しかけたりするの苦手、こうどっちかっていうとこうロムってますみたいなタイプの人だとあんまり2800円がお得だとは思わなかったからそう会員ですね。もうね、もうそう部活って考えるとより高く感じますよね。そう審査があるみたいですよ。そうね。いやだからね結構ね部員になるのハードルちょっと高めなんですよ。だいぶコミュニケーション能力高くないと無理ですねでそうだよね。まだ1月のイベントのことしか喋ってない。上半期のイベントを喋んなきゃいけないのに。次2月ですよ。2月は2月2日から今度2月2日から4日までマスキングテープジャンボリーです。噛んだマスキングテープジャンボリーですね。これ東京の切手でやられます。これはもう本当にマスキングテープに特化したイベントなので、マステ沼に入ってる方は絶対押さえとくべきイベント。規模すごいちっちゃいんですよ。東京駅の切手なんで、もう本当にちょって見て回れるんですけど、入場無料ですし、多分来られるブースさんも5店舗とかその程度なんで、マステだけなんでね、本当にもう寄り道するぐらいの気持ちで行かれるのがいいと思うんですけど、それでもねマスキングテープガチャもあったりとか、この東京の切手でしかゲットできないマスキングテープのね柄とかもあったりするのでぜひ行ってみたらいかがかなと思います。2月の最初のイベントがそれですね。で次がこれはね2月の6日までのイベントなんですけど、もう実は始まっていて12月27日から始まってるイベントで2月6日までのイベントで、デザイナーズスタンプフェア丸の内っていうイベントがあります。スタンプ沼の方は東京駅ですね。丸の内待ってる東京駅で
デザイナーズスタンプフェア、私の推しのレッドバグさんとかが出てるイベントですね。4階でやられてます。これも入場料とかかかんないイベントで、もう今すでにやってるので、2月6日までの間だったらどこでも行けれる。定休日以外はどこでもやってるっていうイベントです。あと2月は2月28日から3月の4日までですねが文具フェア日本橋三越5階で文具フェアがやられますね。で3月に入ると15日から17日までが上白東京でございますよ。ね、まあ今まで言った文具フェアとか、デザイナーズスタンプフェアとか、マステジャンボリーとかは多分そこまでね散在しないと思う。スタンプに特化してる、マステに特化してる、文具フェアは多分超ちっちゃい文具女子博みたいな感じだと思うので、むしろあれかも、文具の博覧会よりちっちゃいかもしれない。わかんないですけど、ちょっと行ったことないんで。そう、でもだからそんなにね散在するってことはないと思うんですけど、だからこのね3月15日から17日の上白に向けてお金を貯めつつちょっと気になるイベント見るみたいな感じでかなそう私は多分上白にはだいぶお金を落とすかもしれないと思っているのでね。でもどうなんだろう。でも作家さんも頑張られてていつもさ新作出してくださるからね。こんなにねなんか短いスパンでいろんなイベントに出されてる作家さんとかもいて、なんかもうそろそろ私の購入の方が新作よりも追いつくんじゃないかっていつも思うんですけど、毎回それでもねイベントごとに新作出してくださるんでね、なかなか追いつけないんですよね意外と買っちゃうっていうね。そうなんですよ。だからよいしょ。そうだ上白は楽しみですよね。まだね今東京に関しては前売りも始まってないし、出店者さんのそのリストは出てますよね。けど詳しい出店内容みたいなのはまだ出てないと思うので、上白見てみますね。今上白2000もう24だもんね。追いつけちゃういや新作新作ぜひお楽しみにしてます。いっぱい作ってください。すぐ売り切れちゃうからお願いします。そうもうね毎回私はオビワンさんのね新作限定品をゲットするためにねもう一番最初にブースに向かうんですけれども、ヒヤヒヤするんですよ。もう餃子ポーチの時は超ヒヤヒヤしたもうダメかもって思いましたもんまだ東京の方出てるね。そうで今回ね紙物お裾は結構もう1人1回しかできないんですって。なんか今までね交換の個数制限みたいなのなかったと思うんですけど、私だから3つとか持ってったりしたこともあったんですけどね、今回1人1回なんですって。ちょっと悲しいとか思いつつ、なんかトラブルでもあったんですかね。そうなんですよ。もうね出店者さんはやっぱり見えますね。おびわさんとこ行きたいからたくさん用意してもらえたらですよね。そうおびわさんのブースめちゃくちゃ混むんでね、狙ってる方は早めに行った方がいいと思います。去年の感じで言うとアラカル堂さんとクリムゲンさんとオビワンさんと井上彩さんとあとはなんかクッキーのワンちゃんかなんかのクッキーのお店、ちょっとごめんなさい名前わかんないんですけど、そう私がパッと今思いつくのでめちゃくちゃすぐに長蛇の列になったのはここら辺かな。そうこのお菓子のところはねなんか一緒に文具も売ってたみたいで、でもこのお菓子屋さんすごい人気っぽいんですよね。今回出んのかな。今回のやつ見たら思い出せるかも。
あ、これだ、小山出さんってとこがすっごい人気あった、お菓子のところは。あとコバトパンさんは毎回人気、カンカン可愛いし、すっごい美味しいですよ。うん、そうこのね、小山出さんっていう方のところはなんかその文具も売ってて、前回はね、その時なんかすごい長蛇の列でした。そうだね、ちょっと見ていこうか、紙箔。せっかく今ページ開いたんでね。ここら辺すごいね、毎回常連さんですよね。このツェリンゲさんが前回から出店され始めたかな。うん。あと三つ竹上さんも去年からかな。そう。他のところはかなり皆さん常連さんですよね。で、これそう、あいうえおさんも混んでた。うん。前回ね。あいうえおさんも混んでましたね。まあね、基本ね、どこも混むんですよ。あ、クンペルさんはね、ノベルティが欲しかったら早めに行くべきだと思う。多分今回もある、まだ告知されてないんでわかんないですけど、いつもね、商品1点買うと必ず貢献の、すごい紙箔特別なね、貢献チケットくれるんですよ。でもね、結構早めになくなっちゃうんで、すごい人気なんですよね。そう。だから、ノベルティ欲しい方はクンペルさん早く行くべき。あとはね、またね、改めてね、この紙箔のしっかりした予習は、私の順番回り方とかね、欲しいものリストとかに関しては、また3月頭とかに予習ライブやろうと思ってるのでね、詳しくはその時を楽しみにしていただければなと思うんですけれども、今ざざっと去年の、予習ですよね。予習じゃない、復習ですよね。そうだな、めちゃくちゃ混む。まあ手紙社さんは大体いつも混んでる。特にくまさんのお菓子館とか。でも今回ね、手紙社さんお菓子のブース別っぽいんですよね。この手紙社おやつで別にあるから、どうなんだろう。いつもね、同じブースで売られてるんですよ。なんか微妙に分かれててぐらいで。だから今回全く別のブースとして出すのかちょっと分かんないんですけど、結構混みますね。うん、まあ手紙社さんのイベントですからね。主催されてるね。あとね、人だかりっていう意味ではこの表現者さんも混みます。あと古川志功さん。古川志功さんなんかいつもビュッフェとか多分お得パックみたいなのやられてるんですよね。それがすごい瞬殺。うん。私が行った時はいつも売り切れてますね。売り切れてるかなんか出がらしみたいなのしか残ってなかったりします。そう。だから古川志功さん好きな方は、古川志功さん結構優先順位上げた方がいいかなとは思いますね。で、プラスラボさん紙博出店初じゃない？なんか今までいたっけ？なんかね、文具女子博ではいつもいらっしゃるんですけど、紙博にいた覚えがあんまりない。で、アラカル堂さんはやばい。アラカル堂さん、私前回マジ40分ぐらいレジ並びましたね。かなり早めに行ったのに。3番目のブースぐらいに行ったんですよ、アラカル堂さん。3、4番目ぐらいかな。うん、本当に早めに行ったんですけど、それでも40分待ちでした。欲しい商品はゲットできたけど、レジの並びが作家さん1人で対応されるんで、一応ね、お手伝いさんでもう1人いたけど、なんか、ちょっとでも機械にトラブルあったりとか、ちょっとでもなんか、ね、そのレジの時に唯一作家さんとちょびっとお話できる機会なんで、皆さんファンだから買うから、レジでお会計してる時に話しかけるんですよね、作家さんに。そうするとレジ止まるじゃないですか。だから、めちゃくちゃ並んで40分待ちとかでしたね。うん。なので、アラカルオさん狙ってる方は早めに行った方がいい。で、オビワンさんも、オビワンさんは、なんか、オビワンさんね、毎回なんかもう誰も来なかったらどうしようとか言ってらっしゃるんですけど、そんなわけがあるわけがないと。もうすぐでしたよ、長蛇の列。うん。そう。もう一瞬で長蛇の列でございます。なのでね、しかも今回メインビジュアル担当されてらっしゃるんで、今までね、オビワンさん知らなかった方、もしいても、メインビジュアルですから。絶対人気爆上がりですから、もう多分すごいことになると思う。だから早く行った方がいい。うん。そう。もうね、ほんとどれも可愛いんで。
誰もご覧ったらどうしよう。そんなわけがあるわけがない。大丈夫です。私は行きます。少なくとも一人客確保です。いやでもね、ここに今見に来てくださってる方でも絶対オビワンさんね、商品狙ってる方たくさんいると思いますよ。ね、皆さん挙手。オビワンさん見に来てくださってるんで、これであと何個作ればいいかがわかるかもしれない、オビワンさん。あ、そうそう、メインだとね、切手とかポストカードとかね。いや、切手、そうですね、今回切手出るかもしれない。運営さんのね、方のね、オフィシャル。でも切手マジ瞬殺だからな。もうエリックさんの時もやばかった。私並んでたのに目の前で売り切れたんですよ、あれ。切手な私、切手はちょっと諦めようかな。それよりも私ね、今回、もしあれ、なんだっけ、スタンプさんを探せとか、シールさんを探せとかがあったら、絶対そっちコンプしたいんですよ。だってオビワンさんのクリアファイルとかでしょ、多分もらえるの。多分ね、わかんないですけど、いやだから絶対頑張りたい。いつもね、スタンプさんとかシールさんすぐなくなるんですよ。なのに日にちによってね柄違うんですよ。もうね、全てのグッズをね、金さえ払えば手に入れられるようにしていただきたい。汚い大人みたいになりますけど、いやもう本当に早いもの順ではなくね、もう全てのものをね、お金さえ払えばゲットできるようにしてほしい。本当にね、もうめちゃくちゃ悲しくなるんですよね。頑張ってスタンプさん集めてもさ、もう終わってしまいましたって言われちゃうと、あ、こんばんは、ありがとうございます。今ね、2024年上半期のイベント予習で今上白の予習してます。そう、まあだからね、今回とりあえずでもそう汚いお皿そういやそうなのよ。いや本当に欲しいものに関してはさ、お金払うじゃんね、頑張って捻出するじゃないですか。いやだからね、そういう努力で買えるようにしてほしい。なんて言うんだろう、もう頑張ってもゲットできないっていうのはさ、もう物理的に超えられない壁があったりするじゃないですかね。そうすると悲しいからさ。そうなんですよ。いやほら、オビワンさんまだいらっしゃるかわかんないけど、皆さんたくさん作ってくださいって言ってますよ。ぜひいっぱい作っていただければと思いますね。いや本当にそうなんですよ。だからねまあだから今回そうなの、オビワンさんの特典スタンプ少なくともちょっと神戸セットとかね、神戸セット東京セットみたいにしてさね、こうどっちか販売してほしいですよね。金ならある。いや金もないんだけどね、ないんだけどこう、頑張って捻出できる可能性があるじゃない。そうおびやさんたくさん商品生産お願いしますね。いや本当にですよね。いや並んでてね、目の前で売り切れになった時の悲しさ、もう悲しいのよ。私のブースからもメインビジュアルを生かしたグッズを作成しますので、ぜひよろしくお願いします。いやー、よろしくお願いします。こちらこそ。いやー、ね、そう、メインビジュアルの、イラストとかを、活用して作ってくださる新作品ができるということでね。いや、もう、ね、どっち優先にするか迷いますよね。オビワンさんのブースも行きたいし、その運営さんオリジナルのも行きたいし、両方オビワンさんですからね。分身したいよね、もうね。いや、神博の時ね。5人ぐらいに分身したいですね、私。神博の時。神博と文具女子博の時はね、ちょっともう、ここぞとばかりに全てのエネルギーを使って5人ぐらいに分身したいです。そう、まあ、というわけで、アラカルドさん、オビワンさんは、かなり長蛇の列になる。しかも特に今回はオビワンさんはもう要チェックでございますよ。で、あとね、長蛇の列になるのはこのクリムゲンさんね。私すごい好きなんですけど、クリムゲンさんスタンプとかね、売ってらっしゃる方ですごい長蛇の列です。すんごいです、ここも。紙箔のね、回る順番ね、迷いますよね。いや、本当に迷う。そう。
だから私いつもオビワンさんのブース行く時とりあえず他にも回らなきゃいけないから一番最初にオビワンさんのブース行くんですけど、もう欲しいものだけゲットしてオビワンさんに後でまた来ますって言ってすぐ去っていくんですよ。で全部の買い物終わってからまたゆっくり戻ってきて、オビワンさんもね朝は忙しいので午後もうちょっとゆっくりになった時に再び挨拶に行くっていう手法をとっておりますいやじゃないとね他回れないもんそうでもこっちもね文具女子博の時と同じで紙博も命がけですからそうだからクリムゲンさんもめちゃくちゃ混むで、あとねこの高畑正夫さんもめちゃくちゃ混みますね。めちゃくちゃ人気の高い木彫り作家さんですね。私もすごい好きでめちゃくちゃいっぱいグッズ持ってますけど、いつもすごい混んでる。そうですね。特にガチャガチャやられる時はめちゃくちゃすぐガチャガチャなくなっちゃうから本当にね回る順番難しいですよね。あと飛松正一郎さんとかも人気かな。文具の博覧会の時でもね結構売り切れ多かったですからね。ただ結構ね比較的新しく参加されてる作家さんなんですよ。多分前回が初めてかな。後半にブース来る時登山家みたいにリュックパンパン、そうなんですよ。デザフェスの時もねお伺いした時に登山家かと思いましたって言われてリュックパンパン、もうリュック上閉まんなくなっちゃってそうなんですよ。いやだから朝と帰り際だと風貌が変わってくるんでそうなんです。いやでもね、いやもう本当にでも朝は本当人気のブースさんはもう本当にお話ししてる時間もないと思うんでね、作家さんご自身もあとやっぱりブースごとの会計なのでお会計も作家さんがされるブースもあるし、こうね並ばせる場所その形成列の場所も自然と出来上がっていくんですけど、こう注意しないと通路のね妨げになったりとかで結構大変で、ボランティアの方なんでいらっしゃるのもなんて言うんだろう、イベント会社の経験者ばっかりじゃないと思うので、やっぱり難しかったり問題が起きちゃうことってあると思うんですよね。そうなのでねやっぱかなり午前中はねアットホームってさっき言いましたけど午前中はやっぱ戦争かな。お昼過ぎぐらいになってくるとだいぶアットホームな雰囲気になってきますね。やっぱ朝は戦争。で他にも人気が高いのは目次さんとか今までメインビジュアル結構やられてる作家さんなんで人気も高いかなとは思いますね。あと経文社さんもリュックパンパン全力でイベント、いやそうですよ、もうイベント行く時は命かけて行ってますね。もうこの日しかないって思って行ってるんでリュックパンパンになりますよ。そうでもそのリュックパンパンで行ってもやっぱ3日間ぐらいだから2日間とか最低イベント参加するんですけど、大体ね1日目リュックパンパンにしてもう無理ってぐらい持って帰ってくんですけど、やっぱりあれ買い忘れたって2日目も何かしら持って帰ってますから文具女子博の時もそうだったしそういや物欲は止まらないですよ。発見しちゃうんですよね。そうまた新しい出会いもあったりしてね。そう1日目はだいたい自分がもうちゃんとチェックしていってここに寄るぞって決めたブースさんに伺って欲しいものゲットするんですけど、2日目になると、1日目で取りこぼしたものとあと余裕が出てくるんでちょっと全部回ってみようって思うんですよ。そうすると出会っちゃうんですよねそうで次込むのが、経文社印刷さん。経文社印刷さんはね文具女子博この間参加した方も分かると思うんですけど、結構ビュッフェ系が多いんですよ。フレークシールビュッフェとかね、スケル紙ビュッフェとかいろいろビュッフェ系が多いのでそういう意味でも混みます。あとめちゃくちゃ混むとしたらエリッ
クさん、エリックさんも人気ありますね、めちゃくちゃ。で、小鳥小鳥さんも一定の人気があって、なかなか混みますね。そうね、めちゃくちゃ混む。あとさっき言ったこの小山出さんかな。あと小バトパンさんも結構すぐなくなっちゃうから、ここら辺気になりますね。ここら辺がまあ並ぶとこかなって感じですね。もちろん他のブースさんはね、一定の人気があって、混雑してる時間帯もあるんですけれども、まあその一瞬で長蛇の列になるみたいなブースさんは今言ったところかなって感じですね。今までの経験上ね。ちょっとコメント読みますね。出会いはスローモーションあれこれ何の曲だっけエリックさんのブースも人がたくさんね、そうですよね。いやエリックさんもずっとメインビジュアルとかねやられてた方なので、やっぱメインビジュアルは強いですよねみんなが目にするから。そうこれですね。これハンコ、これ超かわいいよね。15、16、17、いやこれ全部欲しいよね。いや本当は神戸も欲しいんだけど神戸猫ちゃんなんですよ。しかもそう私の好きな猫ちゃんなんですよ。なのにゲットできず。皆さん忘れないうちに高評価とあとハートポチポチと、よかったもしまだの方いたらぜひチャンネル登録もお願いします。あきなちゃん、あきなちゃんね、私世代じゃないすいませんあかんない。メロディー聞けばわかるかもしれない。親が聞いてた世代ですね、多分そんなに若くないか私おしゃれ。いやそうだよ、これ超かわいいでしょ、このスタンプね。そうあれオビワンさんがオビワンさんのインスタライブで実際に押されてましたよ。なのででアーカイブ残ってたはずなので、これのね推し見本見たい方はぜひね、オビワンさんのインスタライブのアーカイブ見てみてください。押されてますよ。そうねこれね、手紙社の部員限定デジタルチケット、さっき言ってたやつですね。そう先行入場チケットちょっと安くなるんですよね、確かね。あと10分早く入れるのかな。100円安くなるだけなのか。本当だ、部員になるには審査がありますって書いてある。あれメッセージが撤回されている。ちょっと待ってよ。こういうスタンプは意味もなく押したくないいやスタンプはね意味もなく押すもんですよそうそう。こんばんは、こんばんは。今ね上白の予習ちょっとしてます。そうまあね、上半期のイベント予習って言ったんですけど、実際ね今ねしっかり情報が出てる文具のイベントはね、上白の次は多分ね、次もう4月の宇宙遊泳ですね。4月20日からって書いてある宇宙遊泳。また前回ね会場内ライブしましたけど、インクとガラスペンとか万年筆のイベントですね。宇宙遊泳があるっぽい。あと5月が18日と19日にデザフェス。あれデザフェス3日間なかったっけ。デザフェスって2日、いや3日間、3日間2日間か、デザフェスはそうですね、デザフェスもあると。5月のデザフェス、5月のデザフェスですね。18、19ですね。そうだ。そう一応ね、上半期のイベント予習はここまでしか今んとこ私は情報ゲットしてないですね。そう
まあ、デザフェスはね文具だけじゃなくてデザインに特化したもの全てなので、ソフビとかあったりとかいろんな面白いものもあるんですけどね。いやデザフェスはね体力が必要。私イベントであそこまでなんか体力が枯渇したって感じたの初めてだった。デザフェスは規模が違いますね。なんか今まで文具女子博とか紙博行って大きいなって思ってたんですけど、デザフェスはなんかレベルが違いましたね。ラスボスでしたね。そうでしかもオビワンさんデザフェスもね出られるんでね。そうしかもなんか今回ちょっとアパレルが出るかもしれないとかっていう噂があったりなかったり、ちょっとまあそこら辺わからないんですけれどもね。そうオビワンさん子供服は出されてるんでね、バースデーでなんだっけ島村の系列ですね。ぜひぜひぜひフォローしてください。オビワンさんがやられるインスタライブめちゃくちゃためになるんで、そうイベント予習にはめちゃくちゃためになるので、ぜひ。そうなんでね、そうデザフェスもね、デザフェス頑張りたいですね。デザフェスはそうですよね、出店者側もなかなかの体力、そうですよね。いやだって来る人数もすごいと思いますしね。なんでいやデザフェスはね本当に規模が違う。なんかちょっと甘く見てました私。前回初参加だったんですけど、やっぱねだいぶ広い広いし人もすごいし、まあただ文具を目指してる文具商品系を目指してる方は最初ねその午前中はそんなに激戦でもないかもしれない。ソフビとかの方が多分ねすごいと思う。お客さんがブワーって朝行く人数はね。そうデザフェスはスポーツだった。いやもうね、いやスポーツではない、もはや戦争。なんか文具女子博とか紙博を戦争って言っちゃってるんで、それの上位互換がないからあれなんだけど、そうですね、どっちかというともしそのスポーツで例えるなら本当に文具女子博と紙博の方がスポーツレベルで、デザフェスは戦争ですね。そうだいぶ違いますね。雰囲気も違うしね、やっぱ取り扱ってる商品違うので、そうでもね本当新しい作家さんを発掘するのにはめちゃくちゃもってこいのイベントだと思うし、デザフェスはなんか感性が磨かれるイベントではありますね。体力と財力を持っていくべきイベントです。そうね。そうなんで2024年上半期、本当はね6月までが上半期ですけれども、とりあえず今のところ情報が出てて私がキャッチできてる、文具雑貨系のイベントはこんなもんかな。デザフェスに関してはね開催の日にちは言ってもらってますけど、まだ内容はね分かんないので何とも言えないところで、参加できそうな、いやそう覚悟が必要ですねちょっとね。そうで4月の宇宙遊泳は多分今までと同じ雰囲気だと思うので、やるとしたら多分あれかな、貿易センタービル浜松町かなと思います。もしかしたら違うかもしれないですけどね。で紙博はねもう出店者さんさっき出てますからね。あとは新作が多分そうだな、でも紙博に関してはもう出店者さんリスト出てるんで、説明文とか読んで気になるなって思った作家さんは片っ端からフォローしていくのがいいと思う。Twitter とか Instagram で、そうすると紙博についての新商品とか、情報をアップしてくれた時にすぐに情報ゲットできるのでね、もうねガチ勢イベントガチ勢はもう本当に情報が全てなのでね、ぜひ頑張って情報収集してください。またねこの紙博と紙博と
デザフェスの前はね一応イベント予習ライブしようかなとは思っております。ね、なので文具マーケットとかはまあ規模はねまあ言うても小さめなのでライブ予習ライブとかはしないですけど、まあまた購入品紹介したり、もしかしあんまりね購入品がいっぱいなかった場合は会場内ライブするかもしれないまたなのでねそれはまたお楽しみにしていただければなと思うんですけれども、まあでもまずオンライン文具女子博ね、そうだ、オンライン文具女子博は出店リストが開示されたら一緒にまた予習やりましょう。どこが混みそうとかね、そんな感じかな。他になんか逆に今私が言ってない文具とか雑貨のイベントで皆さんが知ってるやつってあります？東京開催の。まあもちろん関西の方とかでもいいんですけど私が追いかけたイベントだとこんな感じなんですよね。とにかく1月忙しいですよね1月いきなり3つありますからね。でも2月もまあこのデザイナーズスタンプフェア入れたら2つか。もうね毎月ありますよねイベントね。3月紙博でしょ、4月宇宙遊泳でしょ、5月デザフェスでしょ。イベントない月ないじゃん。やば、お金がたまらないやばいね、毎月あるよ。しかも紙博3月でデザフェス5月なんでお金貯めれる期間短いし、ひって感じですね。あ、でもそっか、1月文具女子博オンラインがあって3月紙博だから、まあ同じぐらいのスパンかやばいな、大きいイベントがどんどんどんとありますよ。ふうね、まあ楽しみですけどね、頑張ってお金貯めましょう。よし、最後じゃあちょっとコメント確認して大丈夫かな。大丈夫そうですね。よし、もうね1時半、1時じゃない12時半になりますからね。97分喋った毎日がそうですよ、もうねえ、毎日がお祭り楽しいんですけどね、お財布はマジで穴開いてますよもうどうしよう、お金のなる木とか買わないとねえ、なかなか売ってないですよね。そうですね。いやはい、というわけでね、まあとりあえず今週はねちょっと親戚っていうか親族がね亡くなったのでちょっとバタバタしてるので動画がねちょっと作れないので、おもちゃの方の動画は1本かろうじて作ってるんですけど、今もうちょっとそれで手一杯になっちゃうので、今週はこのライブ配信でとりあえず文具のチャンネルの方はこれが年始めって感じですかね。来週からはまた動画出したいなと思ってますけれども、多分猫の気持ちマルシェで買ったそのネムノキさんたちの福袋を、ゲットできたらご紹介できたらなと思っております。そう、皆さん頑張って貯金しよう。なんかこれあれだよね、文具女子博の時も言ったよねでなかなか貯金できないね、このペースだとね。いやでも頑張って貯金しないと欲しいもの買えないからね。そう、作家さんは頑張って作る、私たちは頑張って貯金してお金を落とす、いい循環ですよ。そうやって経済が回っていくんですねよし、他になんか質問あります？なければね、もう12時半なんでね、そろそろ終わりにしようかなと思ってますけれども、
皆さん忘れないうちに高評価と、あともしまだの方いたらぜひチャンネル登録お願いします。そうまたね今年も頑張りますよ。イベントでお会いできるの楽しみにしてます。いや私も楽しみにしてます。そして全部の商品がゲットできるのを楽しみにしておりますいやマジで数量限定怖いんですよね。前回のねこのねよいしょこのね切手刃、これが欲しくて私は一番に行ったんですよ。これめちゃくちゃ数少ないって言われて、でもねめっちゃ綺麗なんですよね。しかも今回これの新作が出るとかってなんか言ってた気がしたんですよねそうだからねまた争奪戦かもしれないんでね、ちょっとお迎えできるか不安でしょうがないんですけれども、1日目しかなそうしかもね3日間全部均等にね数を用意してくださってたらまだいいんですけど、そういうことができない場合もあるじゃないですか。だそうなった時にねやっぱ1日目いける人って強いんですよね。ねえこれ超かわいいでしょ。超かわいいでしょ。超かわいいでしょ。ここも超かわいいんだよ。切手ばねえもうこれはね額に入れて飾るんだ今ね飾る壁がないから収納でいっぱいで飾る壁がもういやほんとねもう予約制取り置きてかもう受注なんか帯屋さん受注になんかねトラウマがあるみたいなんでやってくれないんだと思うんですけど、いやマジね受注が一番いいね。切手刃今回新作ねおっしゃってましたよねライブでね。いやーマジもうちょっと数お願いしますもうこれ超ドキドキしたんだ。ほら受注はトラウマでいや絶対いやこれ絶対いますから受注すぐ集まりますよ。大丈夫今回はゼロってことはないです。私がいますそうね。いやもうほんとドキドキしちゃうのよね。いや欲しい人の手元には確実に届く画期的なシステムとかできたらいいんですけどね。そしたらなんかこうねもうちょっとこうみんなも平和な気持ちでイベント全部過ごせるじゃないですかねえそう欲しい人の手元には必ず行き渡るシステムみたいなの作ってほしいですよね。いやこれ新作出たら絶対買うでしょうね。これでも作るの大変なんですって。これだって1枚ずつ、ね、これちゃんと貼り付けてくださってその特別シートを作ってくださってるのでねお手製でね。まあ数は無理だよね。いやこれでもねすごい大きいんですよ。なんで次の新作同じサイズで出る場合はこれ買う方はちょっとね大きめの袋が必要。これ A3 サイズかな ?A3 ではないか。でもねA4 より大きいんでA4 サイズのなんだっけエコバッグとかだと入らないんですこれそうでこれしかもちょっと型紙のねせっかくのこのシートにくっついてるんでこう曲げるわけにもいかないし丸められないので皆さんに来てもらうのは申し訳ないので僕が皆さんのところに行くというシステムなんと贅沢なもうあれですよ。そんなのやばいですよ。てかそれ帯輪さん何人かいないと絶対間に合わない一生かかってもたどり着けないですよ最後のお客さんまであ本当貼り付けはセルフでもねいいからこの台シートねこの切ってね確かにそうですよね。このなんだろう例えばまあでもそうかどうなんだろう例えば12345678910111213141516切手バーで16枚以上買った人にはこのシートをプレゼントっていう値段設定にして貼り付けはご自分でどうぞ。いいと思うそれ。だってそしたらね帯輪さんと帯輪さんの奥様の労力が減りそしたらもうちょっと数が作れるからとか勝手に決めてるけど作れるかもしれないからみんなの手元にも渡りやすくなりみんなもどういう配置で作るかオリジナリティを出すことができ
どうですそれ、オビワンさん。なるほど、さっき言ってくださってましたけど、いやバラバラ売りでもいいと思う。16枚以上買った方には1枚プレゼントみたいな、この台紙ノベルティみたいにしちゃって、でもっと薄くてもいいかも。まあもちろんね、この分厚いかっこいい方がまあ飾り映えはありますけど、そうこれね折れないんで、かなりね持ち運ぶのはね大変ではあったんですよ。すっごい素敵だからこそ折りたくないし、でもねどう頑張っても折れちゃったんですよね。これ本当にね大きいんですよそう A4 サイズのエコバッグだと入らないのでね。そうで大体手紙社さんとかで買う A3 のね包装紙とかは丸めて OK じゃないですか。で他のブースさんでも大きめのやつは丸めてくれるんで持ち運びできるんですけど、これだけはこの形のまま持って帰んなきゃいけないんで、結構ね大きい袋が必要ですね。そうだからなんなら薄くてもいいからこう丸められる紙でもうポスター丸めたポスターみたいな形でノベルティとして渡していただいたりするのもありかもしれないっていう超勝手なお願いね。いやでもここで言ったことが反映されたらすごいことですけどね事前予約何これを欲しいですっていう事前予約、それができたらいいですけどね。でも多分事前予約しても、例えばそれで、極端な話300人とか欲しいってなっちゃったら、これ300枚オビワンさんと奥様がペタペタ貼らなきゃいけないってことになるんで、それだとオビワンさんたちの労力が大変なことになっちゃうからきついと思うんですよ。だからさっき言った本当これを16枚以上買った人にはノベルティでこれの紙をプレゼント、この後ろの台紙をプレゼントみたいにしてご自由に貼ってくださいの方が労力は削られて私たちもハッピーかもしれない。いやそうなんですよ。なんか大きさはすごく立派でめっちゃ飾り応えがあってめちゃくちゃいいサイズ感なんですよ。そう折れないことだけがちょっとなんだろう、なんか傷つけたくないからこそどうしたらいいかなって最後まで悩んだ代物ではありましたそうですよね。内職は大変だと思います。だってこの間のね限定ボックスもめっちゃ豪華だったけど、やっぱあれすごい大変ですよね。すっごい綺麗に包まれてたんですよ。ぜひまだ見てない方はね紙箔の購入品動画オビワンさんの商品最初にご紹介してたと思うんで、ぜひチェックしていただきたいんですけれども、すごい豪華な箱があってね、あれはもう二度と作らないっておっしゃってましたねいや内職系はすごい大変だと思います。ね、いやだからこそね、多分その予約販売客側としては予約販売してもらえたらもう絶対予約するっていう気持ちなんですけど、多分作らなきゃいけない数が増えれば増えるほど大変だと思うんで、いやこう曲がっちゃう。そうこれね本当に型紙なの。かなり硬い薄いんだけど硬いからもうこの時点で危ないそうなの。大きいと飾るのにはね映えるんだけどね、持ち運びがねそうなんですよ。だから私もすっごい大きいねなんかソフトスーツケースみたいなの持ってってるんですよ。いつも紙箔って紙が重いからだからめちゃくちゃでっかいの持ってってるから、もうそれの端っこの方にねこうよれないようにこう立てて入れたんだけど、やっぱりねそれでも漏れちゃったから、そうやっぱねショックはショックなんですよね。そうゲットできただけでもねもう超嬉しいんですけれども、額に入れてこうもう本当にねピチャーっとこう飾っちゃえば全然問題ない、そんな折れ線目立たないし問題ないんですけど、逆にその16枚買ったらノベルティっていう形でもしつけるとかになるんだったら、薄くて丸まってても全然ノベルティだしって思えるから、むしろありがとうございますかもしれないね。この形で内職までされててシャキってなってたらこれが商品ってなりますけど、
ね、なんかおまけ要素もついて嬉しいかもしれない。ノベルティって嬉しいですよね。もうノベルティっていう響き大好きなの。そうなの。これねちょっとでも変形しちゃうんだよ。そうでも飾るとめちゃくちゃいいんだよ。そうしかもしっかりしてるから、これ正直イーゼルって言っていいのかな、スタンドだけでも立つぐらいしっかりしてるんですよ。めちゃくちゃ上等なんですよ。箔がすごいのよ。しかももうね、そうこれの新作が出るんだよ。もうこれもう争奪戦だからね。オビワンさんたくさん作ってください。ね、そうこれ新作が出るのを期待。おいしょ。そうあとね、なんかオビワンさんのブースでは本とかねグッズとか持っていったら、オビワンさんの手が空いてる時間だったらサイン書いてくださるみたいですよ。そうおいしょ。私はねこの新しい本をせっかくゲットしたので、これにサインを書いていただこうかなと思っております。でもね、どうしようかな、こっちの本の方がね大きいんですよ。以前出てるこのねイラスト配色アイディアブックの方がサイズがねちょっとちっちゃいんですよ。なんで重さとかを考慮するとこっちの本に書いていただこうかな。サインが上手になりましたのでぜひ。やったー。そうサインがねサインをいただけますかってこの間ライブオビワンさんのねライブの時にお伺いしたら、そうオビワンさんは来てくださるねお客さんとお話できる機会をちゃんと作ってくださろうと基本フリースタイルでいらっしゃってくださるということなので、そう奥様が頑張ってねレジやられると思うんですけれども。なんかグッズでも OK って言ってくださってたんで、てか今オビワンさんいらっしゃるかもしれないから、どうだろう、新作じゃなくてもサインしてくださいますか。ね、いやもし許されるのであればこっちの本にサインしていただこうかな。まあ本当はね全部欲しいんですけど、さすがに重くなると紙箔行く前から重いみたいなね。なんなら私餃子ポーチにもサイン欲しいもん。でも餃子ポーチにサインもらったら二度と餃子ポーチ使えなくなるな。絶対飾らなきゃいけなくなっちゃうからな。ね。もちろんグッズでも何でも大丈夫ですと、とてもありがたいお言葉をいただきましたよ。皆さんオビワンさんグッズ持ってる方ね、迷惑にならない程度でサインいただきましょう。ぜひね。いや嬉しいですよね。いや私もいやどうしようかな。なんかそういや本当はねこれも全部にサインいただきたいんですけどそうでもね紙箔って文具女子箔よりも荷物重くなるんですよ、購入した後の。いやいつもキャリーケースだからいつもねソフトキャリーケースを用意してるのよ私。そういやでもねやっぱ紙は重い。そう作家さんのサインはめちゃくちゃ嬉しいですよ。そういや紙はね重いんですよ。だからね紙箔は圧倒的に荷物の量が多い。だって私デザフェス文具女子箔紙箔大体同じ予算で行くんですよいつも。でだけど紙箔が圧倒的に重いんですよ、購入した後の荷物が。紙は重いですやっぱり。そうだからねだいぶ重いから、だって私紙箔だけですもんスーツケース持っていくの。そのソフトスーツケースですけど、スーツケース持っていくの紙箔だけ。キャリーがないともう持ち上がらないっていうレベルになるんですよ。そう持ち上がんないの、もう肩が外れちゃう。そうだからガラガラって引けるタイプの柔らかい袋なんですけど、ガラガラって引けるやつじゃないともう紙箔は持って帰れないから、そう持って帰るまでが遠足なんでねそこに置いていけないんでそう肩持ってかれるね。紙箔はだいぶ重いですよね。そうなんですよ。だから
やっぱり文具女子博の時は重いな、腱鞘炎になるなとは思っても腱鞘炎止まりなんですよ。ちょっとねその利き手の、荷物持ってた腕がしびれるぐらいで終われるんですけど、でデザフェスは足腰が死ぬ、どっちかっていうと。なんか肩はね、その荷物っていう意味ではねそこまで重くないんですよ。だけど足腰が死ぬ。とにかく歩く。デザフェスはね全部回ろうとすると本当に歩く。だから紙箔は最重量って感じ、購入品が。だからあんまりね重たいもの持っていきたくないんですよ。購入する前から重たいのはもうちょっと自分の首を絞めちゃうんで、私カレンダーとかにしようかな、持っていくの。どうしようかな、ちょっとそこ私考えます一番軽くてサインをいただきやすそうなグッズ、せっかくいっぱいグッズ持ってるんでちょっとどれが一番いいか考えようね。いやでもほんと嬉しいですよね、サインいただけるのね。そうだから紙博で初めて参加される方でたくさん買おうと思ってる方はね、リュックかそのキャリーガラガラって引けるタイプの袋がいいと思います。そう一応ねベビーカーとかスーツケース置く場所っていうのを作ってくれてるので、私はね折りたたんでロッカーに入るサイズになるやつなのでロッカー入れてるんですけど、いつもね、でもロッカーもすぐパンパンになるんですぐパンパンっていうのはすぐロッカー全部使われちゃうんで争奪戦なんですけど、スーツケースはねスーツケース置き場っていうのを別に作ってくれるのでスーツケースで来てもいいかもしれない。会場の中はね人が多いのでスーツケース持ち運べないんですけど、持ち運ばない方がいいと思う。持ち運んでると多分嫌な顔されると思うそうなんでスーツケース置き場に置いて買ったらそこにしまうみたいなね。基本会場内はね身軽に動ける方がいいですよ。荷物は全部ロッカーとかスーツケースの中みたいな。そうおすすめですね。いや楽しみですね。もう楽しみですよいっぱい文具のイベントあるもん。すごいね本当に。大きいのだけでも紙箔バンバンバンってありますからね。紙箔じゃないや、上半期ね。文具女子博オンライン紙箔デザフェス、これが上半期でかいの3つ全部来ますからね。でさ、でも後期も多分文具女子博あるでしょ。てか多分っていうか絶対あるでしょ。であれ紙箔って年2回ぐらいなかった？ない？ある？なんかあれなかったっけ？紙箔って年一ですかね。で文具女子博なんてポップアップもあるし多分途中でね。デザフェスももう一回あるもんね。だから後期もしっかりありますよ。お金貯める暇マジないねいつ貯めよう。やっぱり年2回だよね。年2回。紙箔も年2回ありますよね。いや作家さんよく毎回新作作れるなと思います。本当にすごいよね。いやそうなんですよね皆さんの新作作る速度がさ、いやメーカーさんとかも私文具女子博行ってすごいさ不思議なんですよ。なんか普通の会社さんってこんな速度で新作作れんのっていつも思いますもんもうちょっとゆっくりでもいいんだよとお金がね。いやそうだから後期なんて多分文具女子博はポップアップとその本ちゃんがあるからダブルでありますよ多分。いや文具のイベントを本当に多いですね。いやでも紙博あれエリックさんも目次さんも
結構メインビジュアル常連じゃないですか。こうなんて言うんだろう、一回ポッキリじゃなくて何回か担当されてるじゃないですか。だからこれでオビワンさんがこのラインナップに入ったってことは、もしかしたらこの次のやつもオビワンさんかもしれないしね。いやもうオビワンファンからすると大変なことが始まりそうですよ。お金貯めよう。はい、というわけでね、やばいもう1時になっちゃいますよ。ね、大丈夫、皆さん他に聞きたい、聞きたいことって言っても私もまだ皆さんと同じレベルのその情報収集しかできてないと思うんでね、大したこと言えないんですけれども、なんかあります？大丈夫そうね。いやまずはオンライン文具女子博の5日のラインナップ出たら、だからもしかしたらね、来週は動画じゃなくて、でもな文具女子博オンライン動画を出せたら出したいけど、もしかしたら来週は文具女子博オンラインの予習ライブをしての再来週が初動画かもしれない。いやでもな、頑張って来週出せるようにはしたいですが、ちょっといかんせんね、お葬式とかの方がありますんでちょっとそことの折り合いかな。とりあえず頑張りたいと思います、今年もね。はい、というわけでございました皆さんから特に、質問がなければ、じゃあ今日はこれで終わりにしようかなと思います。頑張ろうね、頑張りましょうねはい、じゃあ皆さんぜひ忘れないうちに最後グッドボタンと、あともしまだの方いたらぜひチャンネル登録お願いします。はい、というわけで、じゃあまたね、オンラインごめんなさい、オンライン文具女子博の予習一緒にやりたいと思いますので、ぜひぜひその際はライブ参加していただけると嬉しいです。よし、じゃあ皆さん寝ましょうありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイありがとう。バイバーイ。これまた終われないバグだ。ダメだね。やっぱ1時間以上ライブをするとどうやら終われないバグらしい。これ強制終了しますね。ありがとうございました。